って書いてあったんだけど、すいません。これからルーフボックスをつけに行く前に、まずは洗車に行きます。洗車します。やばいね。久しぶり。自動洗車機めっちゃ楽しい。オッケー。こんな感じ。ちょっと前に床下収納無限大大作戦を実行しましたが、収納は無限大ではありませんでした。そこでルーフボックスで無限大に拡張したいと思います。ということで今回はジモティーで購入しました。テルツオのローライダー1万円で買いました。こちらは高さを5センチ拡張することができる便利な機能付きです。なるべく立中に入れるように 2.1 メートル以下になるものを選びました。キャリアはイノのものを新品で買いました。中古でもいいかなと思ったんですけど、やっぱり外れたりしたら怖いからねっていうので、イノはバーパント用はこの127センチのバーと、こっちはのインストを買いました。中はこんな感じですね。で、つけました。ここ通積体のとこ間違えちゃったけど、こんな感じで。ちょっと撮影はできなかったんですが、私みたいな女子一人でも取り付けできました。ルーフボックスを設置していきますが、今回はここに一つプラスします。ルーフボックスにソーラーパネルを取り付けます。ルーフボックスの横に設置するか悩みましたが、場所や発電効率のことを考えるとボックスの上に直張りが最適だと思いました。今回購入したのはレノジーのフレキシブルソーラーパネルです。1万5000円しました。フレキシブルなのでグニグニ曲げられます。2枚買うか悩みましたが、今回は1枚だけ買いました。ソーラーの横幅は58センチですがぴったりです。先ほどちょっと引きずった時に傷ができちゃいました。お安く譲っていただきましたが、さっきまでは綺麗でした。パネルを貼り付けるテープ類の紹介です。こちらは安心の 3M です。このテープは粘着力が強すぎて貼るときに剥がすのが大変です。小西テープは耐水耐光耐熱に優れている屋外用の補修テープです。防水用として貼ります。この魔法テープは YouTube を参考にしました。その方は1年経ってもびくともしていませんでした。これ魔法のテープの説明書なんですけど、見て、震度7対応。ソーラーパネルの裏に今買ったこの魔法テープのこれを貼ってきます。最初に脱脂をしておきます。私はパーツクリーナーで脱脂しちゃいます。先ほどの魔法テープを端っこの方にどんどん貼り付けていきます。貼り終わりましたが、真ん中がちょっと寂しいです。この超強力両面テープ貼ります。よし、とりあえずね、こう隙間ない感じで貼りました。中古で買ったやつなんで綺麗に脱脂します。このハトメの穴のところにワイヤーを落として吹っ飛んでいかないように補強します。四隅こ
このワイヤーニッパーで切ります。100均のニッパーです。切れるかな、ちょっと試しに切ってみますね。すごい切れ味です。めちゃめちゃ簡単に切れます。こんな感じでワイヤー通してます。先にワイヤーちょっとぐるぐるします。こんな感じでワイヤーつけました。先ほどの両面テープのフィルムを剥がします。あ、そうか、両面テープ剥がしながら貼るのか。無理だよね、貼りすぎちゃったから。とりあえずこの辺から両面テープ剥がします。こういうので押し付けながら、よいしょ。両面テープのフィルムを最初に全部剥がしてしまいました。慎重に端から乗せていきました。これで押し付けます。グッグッグッと。特にこの端っこがね、絶対に取れないようにしたいんで、かなりがっちりついてる。オッケー。かなりがっしりついてて全然取れないです。もうこれだけでもいいぐらいなんですけど、ここにあと二重に上からテープ貼ってきます。貼る時に便利なのがこのね、ベタつかないハサミ。これダイソーで売ってるのめっちゃいいんですよ。で、さっきの強い粘着テープで上から端っこ貼ってきます。なんかすごい。ただ、うわ、これ剥がすのがまず大変だわ。これ剥がせないんだけど、強すぎて、粘着力が強すぎて剥がせない。よし、これハト目から水入らないのかな。長めに周りをぐるっと貼っていきます。よいしょよいしょよいしょ。壊れないように、壊れないように。怖い。黒いテープまで貼れたので、これで二重に防止してる感じです。じゃあ最後にこの透明の強力補修テープ、これを上に貼って防水加工していきたいと思います。これ足りるかな。黒い魔法テープだけでも良さそうですが、私心配性なので念には念を入れておきたいです。こんな感じで三重に貼りました。これで結構大丈夫だと思います。よいしょ。ここの鍵穴を押しながら、開きます。ただちょっとね、両サイドへたってるみたいで自立はしないですね。中こんな感じです。まだこういうちゃんとベルトとかもついてます。ちょっと助っ人にお願いして上に一緒に持ち上げてもらいました。ネジを締めていきます。取り付け方法はテルツオの公式っぽい YouTube に載っていました。車の上に持ち上げられれば女性でも簡単に取り付けられます。 OK。 ボックスを留めるネジはこんな感じになってます。イノーのキャリアバーを使いましたが、サイズは特に問題ありませんでした。でもなるべく同じメーカーを使った方がいいですね。はい、取り付けできました。ではソーラーパネルの配線をしていきます。この MC4 コネクターは延長ケーブルを買ったんで、これにつなげて車内に引き込みます。はい、今日2日目です。昨日ね、途中で終わりになっちゃったんで、残りの箇所やっていきたいと思います。
昨夜雨降ったんですけど、もう全然大丈夫な感じでした。ただワイヤーがねちょっと見た目が悪くて、これちょっと考えないといけないですね。上の方まで登ってきました。昨日ねこんな感じで自己癒着テープで防水で濡れないようにしたんですよ。上はねこんな感じになってます。こう防水テープで貼って中に引き込みたいと思います。癒着テープはこれぐらいぐるぐる巻きにしました。これで防水になってるのかな。昨日もやったこのテニスの防水テープ貼ってきます。こんな感じに留めます。防水テープで2つの線をここでタイラップしてこんな感じで今仮止め上からしてますね。とりあえずここをこう通してきて、ここで一回折り返して雨が入ってこないように、ここが閉まるかどうかなんですよね、問題は。このね2本のケーブル結構がっしりしてるから、かなりね強い力で止めないと。閉めてみようか。あ、余裕で閉まるね。鍵は運転席から閉めると、鍵の閉まった音しましたよ。どうかな。あ、いいね、鍵閉まってる。 OK。 急げ。今日3日目です。昨日諦めたこの MC4 ケーブルなんですけど、これをいい長さもできればこの辺で切ろうかなと思ってたんですけど、このケーブルものすごく太いんですね。で、私の持っているハサミ、これLANケーブルも切れるってハサミなんですけど、これだとちょっと切れなさそうなので、すごい太くて硬いので、なのでちょっとこのケーブルを切るのは今回は諦めて、この先っちょに今何もない状態なので、この被膜を剥いて付属されていたこのコネクタをつけたいと思います。でちょっとね、コネクタ付きのやつ買えばよかったんですけど、よく確認してなくてついてなかったんですよ。なのでまずはそれからつけていきたいと思います。ちなみに今こうやってソーラーパネル隠して発電量はゼロになるようにしてます。感電すると怖いので。ケーブルの元の付属品はこんな感じです。ダイソーで500円でこの電光ペンチを買ってきたので、今回これ使いたいと思います。ここで被膜を切ってここでかしめるっていう感じですね。まずこの赤い方からやってきます。被膜を剥いてビニールが取れました。絶縁カバーも剥きます。あ、取れた。金具をつけます。この先端を圧着します。こんな感じになりました。もう一本の黒い方もやっていきます。こいつをこんな感じで、この 2.5 のとこで一気にグーッと、よいしょ、こんな感じかしめました。 OK かな。こっち押す、赤を押す。よしよし、 OK。 2つできました。よし、 OK。 これでできるかどうかですね。刺さるかどうか。これが DC2525 だから5225のこれ MC4 ケーブルを刺せるように変換する
プラグですね。これがエノジーのフレキシブルにはついてなかったんで Amazon で買いました。1200円ぐらいで、これでつけたとこと接続してみたいと思います。これ肩延長ケーブルにこれが OK 刺さるね。今の天気はこんな感じ。もうね、夕方、今何時だろう、3時半ぐらいかな。が刺してみます。おー、来たー、5ワット来た今ね、全然日が出てないんですけど、5ワット出てます。いや、よかった、カシミールの成功してるわ。ちょっとこれまた明日晴れたら発電量4日目なんですけど、見てみたいと思います。今お昼の2時ぐらいですが、45ワット来てますね。ちなみにこの2とか3とかという数字は使用量です。今回はソーラーに走行充電足して160ワット来てます。今のところ発電量は最高で85ワットまでは確認できました。冬の時期は電気をよく使うのでめっちゃ助かります。それではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。